こんにちは、こま太郎です。今回はこちらですね。GTX1050 になります。で、まだありまして、こちらのですね。はい、こちらは GTX1050Ti です。はい。で、さらにですね、まだありまして、それがですね、こちらの Radeon RX570 ですね。このグラボは今一番コスパがいいっていうことで、結構多くの人が買ったりレビューしたりしてるんですが、なんで今回こんなにグラボを引き出してきたかと言いますと、今新しく話題になってるのって比較的ミドルからハイクラス、だいたい3万円以上のグラボが中心なので、まだまだこういうエントリークラスっていうんですかね、2万円以下、1万円から2万円の間のグラボってすごく現役だと思います。で、気になるのが、これらのグラボって今最新のゲームでどのぐらい動くのかってことなんですよね。ということで、2019年上半期最新のゲームを使ってどのぐらい動くのかを検証していきます。全部で3回に分けようと思ってまして、まずは GTX1050、次に 1050Ti、最後に RX570 をレビューしていきます。検証に入る前に GTX1050 のおさらいです。こちらは1000番台の中では下から2番目に位置するグラボになります。で、現在はメーカーによって違いますが、一番安いのでだいたい1万2000円ぐらいで買うことができます。私が買った時は1万7000円ぐらいだったので、だいたい5000円ぐらいは下がったので、だいぶ安くなりました。今ゲーミング PC で安く済ませるなら Ryzen G シリーズが人気なんですが、あちらは 2400G 一番上でもGTX1030 相当と言われているので、当然こちらのグラボの方が高性能になるはずです。ではゲーム検証していきましょう。なお今回の検証 CPU は Ryzen 5 2600を使用しています。こちらは Apex Legends です。設定はすべて一番低い設定でやっています。こういったですね、爆発とかの時はちょっと FPS は落ちてしまうんですが、通常では割と 60fps 付近を確保できて、操作感としてもだいぶヌルヌルに動く感じがします。でですね、このゲーム、解像度適用の目標 FPS という項目があります。これはあらかじめですね、FPS を好きなように設定すれば、それに合わせて解像度を落として、FPS を安定させてくれるんですね。なので、先ほどの爆発とか落ち込みが気になる場合は、これを適用すれば普通にプレイできます。続いてはモンスターハンターです。フル HD 低画質設定です。こちらに関しては基本的に 60fps 以上を確保できるので、すごく快適に遊ぶことができました。この1段階上の中設定になってくると、ちょっと少し重くはなるかなという感じなんですが、60fps を気にしないのであれば、十分遊ぶことも可能です。最近発売された Division 2です。DirectX 11と12ベースがあるんですが、まずは11ベースですね。低画質設定フル HD なんですが、60fps は下回ってしまうんですが、基本的には普通に遊ぶことはできます。続いては DirectX 12ベースです。先ほどよりは 10fps ぐらいは落ちてしまいますが、30fps 以上は確保できますね。でも GTX1050 の場合は DirectX 11ベースで遊ぶのが良さそうです。続いては Anthem ですね。低画質設定フル HD でやっています。一応ですね、30fps 以上で遊べることは遊べるんですが、伝わるかわかんないですけど、なんて言ったらいいんですかね。このゲーム、この画質のクオリティが高すぎて、30fps だと、ちょっと気持ちスローな
スローに見えるんですよね。60fps だとすごく滑らかにこう空飛んでたりする感じがするので、なのでもう快適に遊ぶとなると、ちょっとだけパワー不足かなと思います。続いても最近発売されたデビルメイクライ5ですね。フル HD の低画質設定です。画面を見るようにですね、普通のプレイ画面では、かなりですね、滑らかに動くというか、問題なく動くんですね。ただですね、このゲームちょっと特徴的なのが、こういう感じで途中で、こう、ストーリーの差し込みが入るんです。で、こうなってくるとちょっと FPS 落ちちゃうんですよね。でですね、差し込みの内容によっては、だいぶ FPS が落ちてしまうというか、たまにカクついてしまいます。で、これムービーの差し込みではなくて、こうグラフィック描画の延長線上っていうんですよね。そういうのでこうやってるのかわからないんですが、とにかくこのゲームはですね、こういう物語のストーリーの差し込み時にちょっと FPS が落ちちゃうので、GTX1050 だとこういう大事な盛り上がるシーンでですね、ちょっとカクついたりなんか動きがもっさりしちゃうんですよね。そういう意味でゲームプレイはできるんですが、ストーリーをなんかこう気持ちよく楽しむという点では、もうちょっとパワーが欲しいなと思います。ということで、久しぶりに GTX1050 を動かしてみたんですけど、割と戦えるなという感じですね。いわゆるこうライトゲームじゃなくて、すごいなっていうゲーム系でも、動くことは動きますし、中にはかなり快適にプレイできるものもあったなと思います。あとは価格ですよね。単純な価格の安さではかなり優位性があるグラボだと思います。ライバルとなるなら RX560 になると思うんですが、一応調べた感じでは若干こちらの方が性能が上のようなので、この価格帯を狙うんであればかなり有力かなと思います。ただお金が許すのであればやっぱりこの後の動画で紹介する RX570 が今は一番いいと思いますけどね。で、問題は何の CPU と組み合わせるかなんですよね。もし GTX1050 を使って一から組むとすれば、皆さんはどのような構成にしますかね。もちろん、この GTX1050 そもそも使わないっていう選択肢はあるんですけど、もしこれで組むならっていうことですね。で、私、前だったらもう全然迷わずですね、こちらの Pentium Gold 5400を組み合わせたいなと思うんですよね。この G5400、その当時は7000ちょいぐらいで、このぐらいのグラボだったら十分に性能を引き出せて、かなりコスパがいいなと思ってたんです。ただ最近ご存知のようにインテル製の CPU がすごい上がっていて、今こちらの Pentium Gold もかなり値段が上がってます。で、今同じ価格帯でライゼンとなるとこちらのライゼン 3-2200G になるかなと思います。コア数で言えばライゼン 3-2200G のが4コアで上なんですが、 GTX1050 との組み合わせとしてほんのちょっとだけいいのは Pentium Gold 5400のようです。こちらの方が FPS が少しだけ上となってくると、やっぱり Pentium と組み合わせるのが一番ベストなのかなって感じですね。でももともと安かったの高く買うっていうのがちょっとね悔しいんですけどね。ただメモリの安さとかを考えると、トータルコスト的にも Pentium のがまだ安く組めそうだなと思います。あとはトータルコストを考えて、こちらの Athlon 200G でオーバークロックを使って動作させるとかかな。最近ほんとなんかこうエントリークラスの CPU ってすごい種類が少ないというか、選択肢があんまりなくなっちゃったなっていう、コスパがいいものがなんかあんまりないなっていう感じがしていて、なかなか難しいですよね。
さて次回は引き続き GTX1050Ti の方を検証していきます。何かの参考になりましたら高評価またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。ありがとうございました。